んにちは、メイです。商店街の裏に港を作ります。チャンネル登録、グッドボタンがまだの方はぜひお願いいたします。長くなったので前編後編に分けました。充電スポット前の壊れた橋へ。よく見ると地殻変動で位置がおかしいんですよね。なのでこの橋の位置を変えるところから始めます。橋は道の一番端へ移動。本来7マスの長さですが6マスにしています。沈んだ道から推測してそこに道を再建します。港町は一段高くしたいので上に積み上げます。地殻変動できっと違うけど道を曲げておきました。一旦元あった道を破壊します。新しい道作り。橋は1つ、あとは2マス開けながら2つずつ置いていきます。その後アーチの橋ブロックを積んでいきます。後悔したのがここの足場ブロックをもう1つ積めばよかったと思いました。もし作ってみたい方は下のブロックを2段にすることをお勧めします。おしゃれ床石で道作り。商店街の道と合わせています。下の道とつなげます。道の下に待合室を作るので穴掘り。橋のアーチ裏に石のタイルを積み上げます。空いている部分にフレームガラスをはめ込みます。2マス掘って電気で埋め込み、無線送電機はポリゴンの願い事でした。ランタンを窓に1つずつつけていきます。地面の入れ替え。1マス上げた方はそのまま地面を作る感じですね。最初に作った橋の下にまたもや秘密の入り口を作ります。海抜マイナス1ブロックに作ってしまったので水抜き作業をしています。私の屍を乗り越えていってくださいね。こんな感じになりました。桟橋へ降りる階段作り。ストーリー上ここにあったと思われる場所は破壊していきます。なるべく地形を生かしたいのですが、クチバシティには多分なかったのでなくてもいいかなと。マチスは火力発電しなさそうですからね。後で処理しておきます。かなりスッキリしました。内側を半マス分だけ水抜きしたいので、何を血迷ったのか内側全部水抜きします。1ブロック上げていれば本当に必要のない作業です。桟橋を3マス幅でつけていきます。いらない知識かと思いますが、貯水は連続吸い込みができます。海を直すのは大変すぎるのでおすすめしません。二度とやりたくない海の開放作業です。やってはいけないことランキングがあったら堂々の1位ですね。ただモーズな気分は味わえます。なんとか海が戻ってきました。3マスの長さで桟橋作り。遠目で見れば異常はなさそう。船をたくさん作っていきます。海抜マイナス1ブロックへ。出っ張り壁を白にメイクしたもの。鉄板を10個置き、出っ張り壁をへこんでいる部分へ。このブロックは必要があれば。鉄板をこのような形に。屋根の支えを3つ並べます。出っ張りの壁を各先頭へ。横のみ前側に鉄骨。各出っ張りの下に屋根の支え。鉄骨前も同様に。側面に鉄骨を4つずつ。
後ろに出っ張り3つ。シンプルな柱4分の1をへこみへ。鉄骨前に屋根の支え。途中はこんな感じ。横から。仮置きブロックの上に蓋付き窓地面を。その下に屋根の支え。支えがあるところすべてにつけます。コンクリの縁まっすぐで穴を塞ぎます。これで乗る部分の完成。フレームガラスを3つずつ。仮置きブロックをこのような形に。蓋付き窓を前側へ3つ。キッチンテーブルを12個屋根の代わりに並べます。リッチなペンを天井へ。コンクリ階段を後ろに。中に船のハンドルをつけて、最後に天窓をつけて、大きめ船の完成。ちゃんと乗れます。材料一覧です。次はエンジン付きボート。作り方はさっきの船の小さいバージョンですね。苔線の壁縁を使っています。疑似エンジンとなるブロックは黒ければ何でも。メタルな柵、下に鉄の囲いです。平らなテント屋根を各4つずつ。キッチンテーブルを置いて完成。代わりに椅子を置いてもいいかもしれないです。材料一覧です。次は最初よりちょっと小さめのボートです。作り方は黄色いボートと途中まで同じ。天窓をつけます。左右にフレーム窓、上にキッチンテーブル、最後にボックスソファーを置いて完成。ボート系に詳しくないので名前はわかりません。青色も作りました。ちゃんと座れます。材料一覧です。楽しい飾り付けタイムです。仮置きブロックを2つずつ置いていきます。木の仕切りを囲うように置いていきます。中にプランターを。たくましい花と可愛い花を交互に植えます。前回の動画でツタをオブジェクト化できると教えてくださった方々ありがとうございました。ツタが生やせない場所にもつけられるようになって最高です。桟橋が木なのでアイテムも木製だと結構合いますね。地面の窓は溢れている水のところに置きます。桟橋と船の完成。続きが気になる方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。